やばい、どこにも行くところがなくなっちゃった。私これどこに行ったらいいんだろう。同じ反応しちゃった。ちょっと待って。走れ。これはやばいぞ。この子誰だっけ？マリアちゃん、走れ。走れ。近くにあった部屋に逃げ込んだ私はドアに張り付いて様子を伺う。このドアには鍵がついていない。私は慌てて両手でドアノブを回されないように固定し、全体重をかけてドアを押さえ込んだ。いや、このままドアに張り付いていても無理やりこじ開けられたら、もしこの部屋に入ってこられたら殺される。お願い、入ってこないで。体感的に5分くらいは経っただろうか。しばらく経つが、ドアの向こうからは音はしないし、入っても来ない。どうやらやり過ごしたみたいだ。うるさかった自分の心臓の音も荒かった息もいつの間にか落ち着きを取り戻していた。ドアノブから手をゆっくり離し、その場にへたり込んでしまう。こわばっていた体から少し力が抜けていくのが分かった。うわいや、これダメでしょ。びっくりした。ふと視線を部屋の中に移した瞬間、思わず声を上げ息を飲んだ。何これ？死体？いや、多分、人形ですね。ちょっとバラバラでちょっと赤くなってる人形ですね。違う。これって、作り物？あ、そうか。暗くてよくわかんないのか。確かにさ、暗闇逃げ込んでさ、これがあったらびっくりするよね、普通に。暗くてよくわからなかったけど、よくよく観察してみれば、プラスチックのような素材の硬さが見て取れる。冷静だな。床に散らばっているのは、大人の平均的な体のサイズの胴体や手足だけど、これ、マネキン人形？よかった、本物じゃなくて。誰？え、何今の。いや、こっちのセリフです。いや、そんなさ、急に入ってきて、誰って言われても、こっちも誰って感じよね。私のセリフよ、それは。何？なんで人形が。ちょっとこっち見ないで。うわ怖っ。嘘、人形が動いた。突然、私の足元にあった作り物の腕が足首にしがみついてきた。私の人形の腕を無理やり引き剥がして放り投げると、なるべく人形から離れて壁に張り付くようにしゃがみ込む。ちょうだい。足返せ。やだ。足取ったの私じゃない。手足？一体何を言っているの？手が欲しい。足を返す。まさか、私の？そんなのは絶対に嫌だ。私の足首にはさっき掴まれた時の人形の手の感触がまだはっきりと残っていた。確かにあの人形、顔と胴体しかないけど、ここに散らばっている手足じゃダメかな。試しにどれかあの人形の胴体に合いそうな手足を探してつけてみようか。あらー。また急に動き出すんじゃないかと思うと、できれば触りたくない。まずさ、そもそも人形の腕が動く原理がよくわかんないんだけど。やばい。ちょっと理解が追いついていない、私の。だけどこのままここで怯えていても仕方がない。私は恐る恐る散らばった人形の手足に近づいた。勇気あるね、この子。うわー。何これ。気持ち悪い。え、これ違うの？
あ、なんかよく見たら違う。ええこれじゃないの？はめ込むの？どういうこと？びっくりした。はまった。無言でやってたら。マネキンのね、顔がリアルなんよ。苦痛を訴えているようだった。つけようとしたパーツが間違っていたのかな。もう少し慎重に選んだ方がいいかもしれん。あ、私が間違えてたのね。あ、それはごめんなさい。私が悪かったね。ごめんって。今のは声でしょうね。ごめんね。ごめん。ちょっと耐えてよ。これぐらい。これじゃないの？これこっちだと思うの？あ、違うわね。違う？これじゃないのやっぱり。邪魔。この手邪魔。やべえ、めっちゃ怒られた。さっきより長く激しい悲鳴が響く。そして、やだ。やだやだ。絶対にやだ。やばい。一気にホラー化しちゃった。そういうな否や周囲にあった手足が一斉に私に掴みかかってきた。これバッドエンドか？無数の手に掴まれてものすごい力で肉がちぎられていく。あ、激痛に絶叫しながら必死で逃げようと全力であがいたが、剥がそうと動かしていた両手首もすぐに捕まってしまう。ちょっとさ、これバッドエンドだよね。すごい淡々と読んじゃって今。逃げなきゃと思うのに気持ちばかりが焦って思うように体が動かない。強く引っ張られバランスを崩し、倒れると同時に抑え込まれ、私の体は自由を奪われていた。考える間もなく激痛とともに全身から血が噴き上がる。どこか遠くで誰かの叫んでいる声がする。許して。いたん、やめて、いたん、離して。やがてゴキリと骨を砕かれる音が頭に響いた。心に糸がぷつりと切れた音だと思った。もうどうすることもできない。次第に痛みの感覚も薄れ始め、私の意識は剥奪していった。そんなことある？バッドエンド回収したパート2で。さあ、パート2でバッドエンドを回収してしまった私でありますけども、戻ってきましたよ。待って、意味がわかんないんだけど、これ。ごめんね。多分これじゃない？あ、待った何笑っとんねん。何？笑った？これで合っていたんだろうか。勘違いかもしれないけど、どこか嬉しそうな声に聞こえた。嬉しそうな声に聞こえた？うふって言ってたけど。他のパーツもつけてみよう。やばい、パート2でさ、バッドエンドを回収してしまった動揺が隠しきれない。ってことは、ちょっと待ってね。私考える。あ、はまった。なに笑っとんねん。また笑った。これも合っていたのか。やっぱり喜んでいるような反応だ。仕方ないなあ、はめてあげるよ。みんなびっくりでしょ？パート2でさ、バッドエンドを回収すると私も思っていなかったわ。はまったよ。今思ったけど、これ下半身なの？あ、絶対に違う。もうやだよ、バッドエンドは。あ、
これだ、絶対にこれだ。ほい。ほら、来た。やばい、さっきのがさ、結構怖すぎてさ、私結構来てる、今。だいぶハマった。ごめん、今声重なっちゃったね。ごめんね。あと一つ。今ね、2時前ぐらいに撮ってるんですよ、夜中の。やっぱね、ホラーはさ、こう夜に撮らないと始まんないよね。これ困った、来たじゃん。ありがとう。ありがとう。これ、あげる。一回あなたに殺されましたけどね。これって何のこと？そう思っていると何か落ちる音がした。タロットカード？占えってこと？自分のこの先の運命を。これは何だろう？カード？床に落ちていた長方形の紙を拾い上げると、そこには魔法陣のような絵が描かれていた。裏面を確認してみると、はあ、よくわからない文字、記号が書かれている。何これ。さあ。たかな？ちかな？あげると言っていたのがこれのことなのか。確認したつもりだったけど、マネキンは押し黙ったままだ。話しかけなくていいってもう。何も反応がない。もう喋ったりしないのかな。それが当たり前だけど。もう一個のマネキンは組み立てなくていいの？ダミーってこと？この部屋にはドアは一つしかない。さっきの廊下に戻るしかないみたいだ。開くんかい。開けたんかい。向こうの様子はどうなっているんだろうか。どうしよう。もし、あいつがまたいたら。だけど他に行くところもないし。なんでこんな選択させるの？じゃあ外に出よう。勇気を持って、さあ、行こう。これ以上ここにいても仕方がない。あいつが向こうにいないことを祈るしかない。私は何に使うものかはわからないけど、カードをポシェットにしまい、この部屋から出ることにした。あれ、タかな？チかな？なんだろう？出た。悪夢。もう怖いよ。廊下に出た私はあいつがいないかどうか真っ先に周囲を確認した。誰もいない。どうやら近くにあいつの様子はないようだ。少しだけ安心した私は改めて廊下の奥を見た。怖っ。そういえば無我夢中であいつから逃げて今の部屋に飛び込んでしまったけど、この廊下にはまだ先があるみたいだ。ただ怖くてじゃない。それは私だ。ただ暗くて奥の方まではよくわからない。もしかしたらここから出られるかもしれないし、確認してみよう。レッツゴー。行き止まりです。その先は少し進むとすぐに行き止まりだった。この廊下はここまで歩いてきたところで全部になるようだ。仕方ない。元来た方に戻り始める。ここからどうしたらいいんだろう。私にもわかんない。この廊下にあるドアはさっきの人形があった部屋と最初に私がいた部屋しか開かなかった。おう。この左右がってこと？何か聞こえる。なんだろう。さっきここを歩いてた時は聞こえなかったけど。人？いや、違うと思う。人影だ。暗がりの廊下の先に暗いシルエットが浮かび上がる。だけど、さっきの人じゃない。私は恐る恐る人影の方に近づいてみた。さっきのやつじゃね？なんだろうこの人。
目を凝らして見てみると、その人は紫色の仮面をつけていた。仮面には線で描かれた奇妙な模様が見える。苔虫言うてない？頭から足首まですっぽり覆う真っ暗なローブを羽織っている。本を持ってブツブツと朗読のようなことをしている。ただ、何の言語なのかは全くわからない。だけど武器を持っているわけでもないし、私に対して何かしてくるわけでもない。もしかしたら話が通じるかもしれない。いや、そんなことはないと思う。すみません。もうね、このね、ボタンを押すのがちょっと怖くなってきてる。ほら、苔虫言うてるやん。おずおずと話しかけてみる。しかしよく聞こえなかったのか返事をしてくれなかった。ここはどこなんですか？全く反応してくれない。本を読むことに夢中になっているようだ。仕方がない。あ、やめよう。それはやめよう。多分ね、通り過ぎてしばらくして追いかけてくるパターンだよ。もう絶対にそう。あ、もうほら。ほら、始まった実写。もうね、もうやめてほしいの。やめよう。通らないでおこう。本当にやめよう。ほら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 。やめよう、やめよう、やめよう。本当にやめて。お願いだからやめて。私何もしてないじゃん。まさかの通らせてくれないの？全然思ってる展開と違った。お前で。あ、びっくりした。やばい。眠気がなくなっちゃったわ。通り過ぎようとした瞬間、急に腕をつかまれ突き飛ばされた。そして再びこっちには目もくれず、ブツブツと朗読を繰り返している。まあ言ったらね、私もこのゲームもう朗読しているようなもんですからね。ある意味仲間ですね。どうしたらいいの？さっきの部屋に戻っていなくなるのを待つ？それとも通り抜ける方法を考える？通り抜ける方法を考えよう。なんかさっきのマネキンで殴ったらいいんじゃね？いや、あの部屋だって安全かどうかはわからない。なんとかして通り抜ける方法を考えないと。苔虫か。なんやねん。ああ、よくわかんない。この本の表示に書かれた記号。似たようなものをさっき見た気がする。あ、ポシェットに入ってたやつか。確か。これか。これだね、多分。びっくりした。ちゃんと目があったね。紙に書かれた記号を見せると、仮面の人は私からその紙を奪い取り、無言で後ろを向いて立ち去っていった。あら、奪い取られちゃったの。だけどこの人はどこへ行くんだろう。ここには出口なんて見当たらなかったはずなのに。もしかしたら外に出る方法を知っているのかもしれない。後をつけてみるべきだろうか。もうこういうとこでね、選択はやめていただきたい。後をつけよう。もうね、バッドエンドなんて持ってこいよ。そうだ。あの人は明らかにここからどこかへ行こうとしている。ついていけば外に出られるかもしれない。私は後をつけてみることにした。角を曲がるとそこには誰もいなかった。エレベーターに乗ったわけでもなさそうだ。まるで書き消えたかのようにいなくなっていた。私は仕方なく最初にいた机と棚の置いてある部屋に戻ることにした。あれ？どっか行っちゃった。このゲームね、実写が入るとめっちゃ怖い。なんか一気にね、緊張感が走っちゃう。なんかバラ置いてあるわ。しかも紅白。縁起がいい。部屋に入った瞬間、私は目を疑った。部屋の様子が一変していた。あ、本もなかったな。何も入っていなかった本棚には、中段だけみっしりと本が詰まっているし、花が増えている。それに、手紙。これは？何？
机の上に鉛筆とメモ帳、折りたたみナイフ、それに古めかしい紙が1枚置かれていた。紙には日本語でメモのようなものが書かれていた。何でしょう。危惧していたことが現実となった。実験は失敗したのだ。今やこの地は御礼で満ち溢れ、先生は帰らぬ人となってしまった。やはりあの時無理にでも先生を止めていれば、いや、今更後悔してどうにもならない。何としてでも生きて帰らねば。すべてがねじれてしまったこの地において正気を保っているのはおそらく私だけだろう。それもいつまで保つかわからない。正気を保てているうちにまともな思考を書き記しておこう。少しは役に立つかもしれない。今この場所は部屋のつながりがめちゃくちゃになっている。もはや私がいた場所ですらないのかもしれない。たどり着いた部屋でマネキン人形から紋章のカードを授かった。カードには高度な魔法陣の模様が書かれている。これさっき私がもらったやつだよね。他に行く道もなく仕方なく書斎に戻ると奇妙なものが新たに出現していた。それにしてもこのカード、見覚えがある。何だったか。何か記憶に引っかかっている。そういえば一定の研究成果を出した者が先生に提出していた研究成果報告書の中に空間を移動させる魔術研究の論文を見たことがあったはずだ。その報告書で見たカードに似ていないか。ちょっと待って、空間を移動させる？今までさ、部屋と廊下をつないでたのは空間を移動させる魔術だってこと？意味がわからないです。研究成果報告書は表向きは他の研究者との情報共有のための報告書だったが、実質自分の手柄を横取りさせないよういち早く発表して同じ分野の研究者たちを併卒するために挙げていた報告書だった。空間移動の魔術研究の発表直後に似たような内容の報告書が他の研究者から複数挙げられていた。しかし結局最初に提出した研究者の成果あってのものだとして皆は認識していないため、研究成果報告書を迅速に提出することには大きな意味があった。ちょっとあんまり漢字を並べないでいただきたい。読みにくい。回覧されていたものは全て目を通していたが、中には何の読んでもよくわからない難解な研究報告書もあったな。自分の専門分野とは関係ないものがほとんどだったが、考えもつかない独創的な着眼点を持った研究者が多く、発想を刺激される研究成果のそれらは息抜きに読み進めるにはちょうどよかった。長いメモですね。確か空間を移動させる魔術研究にこのカードを使用していたはずだ。もしかするとあの空間移動の魔術が使えるかもしれない。受注者に魔力がなくても簡単に魔術を発動できる。これは偉大な大発見であると発案者の書簡に興奮気味に記述されていたように記憶している。ただ残念ながら肝心な移動魔術の研究内容について正直詳しく覚えていない。カードを使っていたのは間違いない。問題は使い方だ。記憶をたどる限りだと儀式に使用する道具は揃っている。どうやら紋章のカードはこの書斎で用いるもののようだ。しかしやはり使い道がわからない。とりあえず見覚えのない本が置かれている本棚から調べてみようか。何かがわかるかもしれない。飛ばします。完了？実験？これは何？これってさ、もう一人いるってこと？私以外に。私ってかマリアちゃん以外に。音量、さっき本を読んでいた人やあの喋るマネキン人形、それに鎌を持って追いかけてきた人ももしかして。否定したい。そんなものいるわけがない。だけどそれ以外の理屈であの人たちのことを理解することができない。それから実験に紋章のカード。紋章？ふと人形からもらったカードを取り出した。もしかしてこれのこと？ここでこれを使うの？
カードには確かに魔法陣の模様が書かれている。ここで紋章のカードを使う。そうは言っても一体どうやって。このメモにもそこまでは書かれていない。何をすればいいんだろう。そういえばさっきのメモに本棚から調べてみようと書いてあった。とりあえず私も本棚を調べてみよう。本棚に目を向ける。中段に詰められたたくさんの本とそれぞれ一本ずつの花が生けられている。二つの花瓶。最初にいた時と大きく変わっているということが遠目ではっきりとわかる。最初とは別の部屋に入ってしまったということはないと思う。だとしたら私がこの部屋に戻るまでの間に誰かが来て置いていったのだろうか。誰が、何のために。わからない。わからないことだらけだ。動かない左腕を軽くつまんで、湧き上がる不安な気持ちを何とかごまかした。立ち止まっていても仕方ない。もう少し近くで調べてみよう。小さく深呼吸をして気持ちを切り替えると本棚へと近づいた。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。次回ね、この本棚をいじってまた謎解きをしていきたいと思います。次回もね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。それでは本日ここまでとさせていただきます。次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。